どうも、ずんだもんなのだ。今回は石板テクニックの第2弾なのだ。まだまだ石板の使い方はいっぱいあるので、早速紹介していくのだ。テクニック1、石板暗殺術。今の僕は姿を消した忍者なのだ。誰にも僕を見つけることはできないのだ。でも攻撃をしたら姿がバレてしまうのだ。そこで使うのが石板。華麗なる暗殺術。石板を投げるのは攻撃にはならないから、透明化は解除されないのだ。透明パークと透明ビリアムでできるのだ。平和主義者ももらいやすいのだ。ところでこの状態って周りからはどのように見えているのだ？石板がただ浮いているだけかってなるのかな。まあ石板ゴーストがあるし日常風景なのかもしれないのだ。ちなみに他の敵を攻撃したものは普通に当たるので油断大敵なのだ。テクニック2、石板ワーク。石板で遊んでいたら突然壁をすり抜けて上に行ったことないのだ。狭いところで石板を出すとよく起こる現象なのだ。これを意図的に起こすテクニックがあるのだ。アイテム欄から石板を持ってノイタの下に移動させる。頭を天井にめり込ませながら石板を離すと石板ワープが起こるのだ。何の意味があるのかって？こういう時に使えるのだ。上に危険そうな杖持ちがいて車線を通したくない時に石板ワープで倒せば安全に処理できるのだ。敵に杖を打たせずに倒せてとっても強いのだ。テクニック3、石板ゲート。初期地点から左側に行くと湖という場所に小さな小屋があるのだ。この小屋に石板を投げるとゲートを開くことができるのだ。ゲートをくぐると敵がいるので注意が必要だけど、調整板の光とそこそこの杖が手に入るのだ。敵は左上に陣取ると攻撃してこれないのでゆっくり倒せばいいのだ。ただ敵が杖を拾ったり敵の出した骨粉で足場ができるので攻撃されないように注意するのだ。光の調整板は詠唱遅延を減らしてくれるものでとっても速い杖を組みやすくなるのだ。何より嬉しいのがここに最初に入った時だけ杖を編集することができるのだ。またゲートをくぐると小屋に戻るのだ。ちなみにさっきの部屋はすぐ下にあるのだ。またここに加工した石板を投げ込むことでさっきと別の場所につなぐゲートを開くのだ。加工した石板は非敷地右下のところで石板を投げ込むと手に入るのだ。ただ投げ込む石板によっては加工できないものもあるので注意するのだ。初期地点上、溶岩湖左、巨木下、溶岩湖下、ピラミッド。この5つは加工できないから気をつけてほしいのだ。加工した石板で開いたゲートに入ると長剣呪文とさらに強い杖が手に入るのだ。ちなみに加工した石板を入れた時凍った埋葬室の左上にリフレッシュ呪文が確定で手に入るようになるのだ。これもまたいろいろ便利な呪文なので世界を巡る時に役に立つはずなのだ。テクニック4、爆破回避。爆発したいというすごく強いパークがあるのだ。これは爆破に完全な耐性を得る代わりに敵を倒すと爆発するというものなのだ。でも爆発して死体がなくなってほしくない敵もいるのだ。武井おじさんなのだ。ノイタの耐性を無視して即死させてくる武井は最高に危険なものなのだ。
だし、この武井おじさんのお肉を食べると武井に対して耐性を得ることができるのだ。なのでこの武井おじさんにはできるだけ死体が残ってほしいのだ。そこで石板の登場なのだ。爆発死体でも爆発することなくお肉を美味しくいただけるのだ。しっかりと武井耐性をもらえたのだ。他にも野菜パークで血が欲しい時にも役立つのだ。テクニック5、ピットボス特攻。溶岩湖の右に行くといきなりピットボスが出てきてやられたことはないのだ。ピットボスはかなり強い部類なのだけど、実は石板1枚で倒せるのだ。まずはピットボスをおびき寄せ、ちょっとボスの位置調整、素早くこの場所に身を隠すのだ。あとはこのまま石板と壁に挟まれ続けるのだ。ピットボスは自分の攻撃で少しずつ体力を減らしていくので、あとは待ちなのだ。長く苦しい戦いだったのだ。ご褒美は強い杖なのだ。だいたい7分くらいで終わるので、安定させることができるならうまいと言えるかもしれないのだ。テクニック6、液体回収。血を少しでも回収したいときに石板を地面に置くことで液体が薄く広がらずに回収しやすくすることができるのだ。テクニック8、手形貯金箱。雪のどん底にいる手形は蹴ると敵が出てくるのだ。この時石板を横に置いておくとものすごく楽に倒せるのだ。では敵が2体出てくる時はどうなのだ？安定しなくなるので気をつけるのだ。ここでちょっと確認だけど、石板を食べてしまう厄介な敵がいるのだ。ボスを除けばこれだけなのだ。雲型とワーム型は物理がほとんど効かないから、石板は投げないようにするとして覚えるのはこの3体の魔術師だけなのだ。みんなも石板を食べられないように気をつけるのだ。テクニック9、石板の換金。石板は上の祭壇に捧げるとお金になってくれるのだ。これは何度でも換金できてナイトメアでもお世話になるのだ。ビビたる量のゴールドでも塵も積もればなんとやらなのだ。ちなみに3枚目以降はランダムで敵が出るのだ。油断すると死ぬのだ。今回はこれで終わりなのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。またね。